んにちは、新州工房です。兄です。弟です。僕らで普段革の財布バッグを作る職人をやっております。はい。今回は、もういよいよ新州工房本気出そうと思いまして、ヒマラヤクロコダイル、しかも変論者の。だから世界最高級のクロコダイルの中でも最高級の染めっていうかブリーチをした革ですね。そうでございます。で変論者といえばルイ・ヴィトンの子会社としてもおなじみということで、ルイ・ヴィトンも同じそうで使っておりますということで、エルメスも同じです。はい。いよいよねこれを使ったトートバッグね、生かしていただこうと思ってるんですよ。ヒマラヤクロコダイル2枚使った新進工房史上最高金額のトートバッグを今から作ろうと思うんですが、いきなり1本目勝負するの怖いんで、フォーミン社のカブリエを使います。これね色はクロムエクセルと同じです。オイルの量が少ないというだけで、これでサンプル作っていくんですが、トートバッグね外縫いでした。これまさかの攻めるっていう普段やってない作り方で作るっていう。そう多分エルメスでこれ1000万超えてきますよっていうのを我々新進工房、正直2匹の革で中古車の軽4ぐらいの値段しますんで。します。厳密に言ったら俺が一番初めに買ったボロボロの軽4あれやんか、あれより高いんでサンプルを弟が作って、画伯にこのサンプル作ってるところを、素人目線というか、この作り知らない人が質問しながらね、取っていくっていうのを、このサンプルやらせていただこうかなと思っているところでございます。じゃあそのわけで今日もね勢いよくね、むちゃくちゃすごい勢いでね、それこそカットネス・エバーディーンのような勢いでね。誰やねん。ハンガーゲーム知らない？ハンガーゲームだね。ハンガーゲーム知らない？知らんよ。なんて言ってるかも聞こえへんし。何やそのならない口笛。なんやねんそれ。ハンガーゲーム見てください。ハンガーゲーム1、ハンガーゲーム2、検索の時にハンガーゲームネネットプリックスで31日まで見れますんで、いきますか。はい。ナイスさ決めましょうということで、こちらの記事ご用意させていただきました。じゃん。デニムでこちら岡山の黒木さんのデニムでございます。ヨーロッパのハイブランドに納めさせていただいていることが多いということでね。させていただきすぎてない？丁寧に喋ろうとしすぎて敬語が間違っているという愚痴とかに入れさせていただいているのを私が説明させていただいているということで、デニムのルーツからね言わせていただくならば、今後の我々ちょっと考えてるんですよ。ブランドらしさ出そうぜということで、内装どうするかってなった時に、ジーパン屋の息子なので、ここの建物自体も、父親が建てた、建物でございます。で後ろのこの、ね、ロゴに関してもこれ、ロッキングチェアなんですよね。親父が亡くなる前に、僕中3ですわ。僕で小6ですの時に、病院行っとって、病院行きながら僕は受験勉強するっていうね生活続いてとって、親父がその時僕に言ったんですよ。ヒロアキよと、お父さん働きすぎた、30年間ほとんど休んでないっつって、でもお店が建ったここねで、もしこの病気お父さん治ったら、お店のことはお前ら兄弟任して、お父さんはひげ伸ばして、オーバーオール着て、でロッキングチェアでも乗って店来る人を見ながら何も口を出さんといておきたい、その約束を今ロゴで果たしたという感じですね。でそのジーパンのルーツがあるんで、我々今回デニムっていうね生地を生かして、今後ねデニムを軸に内装を使うっていうブランドにしようかなと。変論者のヒマラヤクロコダイルに加えてサンプルはこの調子悪いんか。サンプルはこれでいきますよ。作ります。これで粗めで研いでもう一個で仕上げると。めっちゃあるですね。なんか柔らかい皮めっちゃ裁断しにくいです。これは結構裁断しやすいです。ザクッと言えば安い皮裁断しにくいです。ブヨブヨなってるんで、いい皮は結構これでもそうなんですけど、サクッといくじゃないですか。それが安いやつって結構ブヨブヨしてるから、こうやってもなんかグニュグニュなるんですよ。ボールペンとか銀ペンを使うねんけど、普通はこれの場合はこうペンやったらやっぱりこうどっかについたりするんやんか。この線やったらつくとかないやんか。しかもこれめっちゃ線が入りやすい革やから、めっちゃ見えるやんか。そうですね。見えへんやつは銀ペンとかでやるっていう感じですね。なんか気にせんといけない、包丁と比べて。しかも生地は切れるし、カッターで全然効率がいいですね。裏地の裁断できたんで、じゃあ次は、縫う部分ですねを重なる部分が厚すぎると縫いにくいので、薄くする作業、すきという作業をやっていきます。服の怖いかは、いやないかな、人生の方が怖いということで、高井ちゃんが昨日帰ってから
ちょっと一人で作業進めて裏地がポケットにつきました、今はこのコバを塗ってます。今は銅に芯を貼ってます。今回この作り方がカバンっていうのは袋物っていう形とハンドバッグ型があるんですけど、ハンドバッグ型なんで今回、なんで芯を入れてパッチリなるような仕上がりになるように頑張ってます。これね、こういう風に後ろで結んでゴムのりで留めてるんですけど、これやることによって前にステッチの重なりがなくなるんで綺麗に仕上がるんですよ、っていうのはこれは全てハイブランドの解体で習得した技術です。今からハンドルに入るんですけれども、ハンドルがちょっとまだとりあえず補強は入れるわ。補強は確実に入れて芯をとりあえずサンプルやしこれで形出してさ、一応このエルメスは固めのロープ芯みたいなロープ芯みたいなの入ってたやんか。だからこのボディに合うこの形が、この形でいければ問題なし、でなければここは何度も修正してない。今からこのハンドル作っていくんですけど、ここステッチうまくつなげられるかどうか、そういうのをなんかこういうふうに芯の厚みとか入れ方で、かつこの皮の厚みでこの握るところの太さ調整しながら今やってるところでございます。でうまく縫えるかというテストを今からこの皮実際使ってみてね、やってみようと思ってます。皮に適当な皮を持ってきて、このステッチつながるかどうか、ここだけのテスト今からやろうと思います。でここの糸とこう貼り付けてこう縫えるかをチェックします。こういうのに何度もやって、ここの猫の芯とかね調整して、ハンドル一つでもう本当にバッグの顔にあるんで、ここに関してはすごく時間とテクニックと相談して何かやるところでございます。これ木型をはめ込んだんで、これでへり返していきます。普段袋物をメインに作ってるんで、このハンドバッグ系ちょっとやり方我流なんですけど、なんかちょっといい感じでできそうで。マジで立てたほんまか。怖すぎる。普段使えへんこの縫い方せえへんからね。押さえ上げ下げをエアーですよね。何かが引っかかってる。いきますよ。最後のまとめです。ちょっと作るの真剣になりすぎてて読むの忘れた。高いじゃん。首からした完成。というわけで、ですね、CG 工房初のハンドバッグの作り方で作ってみたということで、けどこの作り方のバッグっていうのは一つも販売してないんで、今回初めての挑戦ということで、ハンドバッグっていうことで、もうほんますげえどしってしっかりした作り方、いろんなブランドさん分解させていただいてますが、そのテクニックを全部ここに全部凝縮してるんで、この辺の糸処理とかも返し縫いなしの裏で留めてとかも全部手縫いで留めたりとか、結構手間かけてやってますね。で普通サンプルって1回目って捨てサンプルって言って、紙とか適当な素材とかでチャチャチャって作って、辻褄合ってるなこの型紙はっていうことで、捨てちゃうんですよね。でも今回サンプルから本気で作ってるという感じで、本番次ヒマラヤでやらせていただこうかなと思っております。どうですか意気込みは。さすがに1本でこんなに高い材料費でやったことはないから、ちょっと緊張もするけど、これ1個をもう突き詰めて作ったから、
いけるだろうと。新宿工房本気モードということで、はいヒマラヤトートバッグで、本番させていただこうと思います。はいこのチャンネル見て面白いと思ってくださった方、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。新宿工房、メンバーシップ概要欄からよろしくお願いいたします。で新宿工房、職員さんの募集もしておりますのでよろしくお願いいたします。でホームページも見てくださいますと嬉しいです。じゃあ次回よろしくお願いします。さよなら。 Tell me the thing, what shape or form that you're in. あいつ高井が編集するからあれやな、ここで変な顔とかしてたらあいつ差し込んできよんねんな。もうそれ言ったらもうあれもうそこも使ってくださいって言ってるし、今入ったんかな。今も入ってるからもう使ってくださいってしょそんな側からしたら入れんだよガーク。側からしたらもうあれ自信あるんや入れてくださいって意味ないそういうことなんで。